おはようございます。こんにちは、こんばんは。リアの日本語ポッドキャストへようこそ。東京生まれ東京育ちの私が標準語でお届けします。早速ですが、今日は外国人観光客に大人気のチェーン店焼肉ライクのレビューです。実は私普段ほとんどテレビ見ないんですけど、たまたま外国人観光客の数が去年2024年過去最多の3686万9900人って情報番組から聞こえてきたんですよ。で、最近この日本語ポッドキャストを始めたので、やっぱりこういう情報にはピクッと反応しちゃうんですよね。その情報番組によると、国土交通省観光庁が2025年1月15日に発表した外国人観光客消費額も去年2024年が過去最多で8兆1395億円、1人当たりの支出が約22万7000円ってなったんですって。わあ、すごいですね。で、外国人口コミグルメ人気店も紹介してまして、で、中でも焼肉ライクが外国人の方でもタッチパネル式のタブレットで英語表記で簡単に注文できるって言って評判が高かったです。焼肉ライクというのはチェーン店で、調べてみたんですが、ウィキペディアによると2023年4月の時点で日本国内93店舗展開しているようです。フランチャイズ化しているので、その数はもっと増えているかもしれないし、これからもどんどんお店が増えそうですよね。もともとは焼肉ライクは一人で焼肉を気軽に楽しめる店っていうのがコンセプトで、タッチパネル式のタブレットで注文を取るのは単純に人手不足だから効率化してるのかなって思いますけど、確かに一人でご飯食べたり飲んだりする文化が根付いてる日本でも焼肉を一人っていうのはあんまりなかったので、このコンセプトが受けたんだと思います。で、焼肉ライクですが、私も実際1回行ったことありますが、正直全然印象がないっていうか、期待してたお味ではなかったんでしょうね。それっきり裁縫はしませんでした。私がよく見てるグルメサイト食べログの評価では、今日2025年1月20日の時点で焼肉ライク新橋本店でも5点中 3.26 点で、その他の支店では例えば焼肉ライク新宿西口店で 3.09 点、焼肉ライク渋谷宇田川町店で 3.07 点と、いずれも評価は低めです。安かろう悪かろうっていう言葉がありますが、そんな感じでしたね。申し訳ないけれども、肉が薄いとか食べ放題の肉の質だっていうような評価が見られますが、私もそんな印象だったと思います。ちなみに似たようなコンセプトの競合店焼肉定食大和っていうところも行ったことあるんですが、私としてはそちらの方が断然良かったです。具体的には一人焼肉っていう手軽さ、あとは価格の手軽さといった焼肉ライクと似たコンセプトを持ってるんですけど、肉質が焼肉ライクよりも焼肉定食大和の方が上で優れた店だなって思いました。タッチパネルは当時焼肉定食大和にはなかったですけど、今はどうなってるのかまた行ってみようかなと思います。あと、私個人的にすき焼きとかしゃぶしゃぶとかもつ鍋なんかも大好きなんで、一人すき焼き、一人しゃぶしゃぶ、一人もつ鍋とかそういうのができるお店も行ってみたいなって思ってます。ちなみに焼肉ライクでは焼肉と同じように気軽に一人鍋ができるようなメニューを導入していて、鍋メニューとしてすき焼き、しゃぶしゃぶ両方あるようなんです。焼肉に行った時の印象がなくってあんまり良くないっていうのがあるので、ちょっと怖いけど
焼肉ライクで一人すき焼き一人しゃぶしゃぶを挑戦してみてもいいかもしれないですね。皆さんは焼肉ライクや日本の焼肉のお店に行ったことありますか？好きなお店などがあればぜひコメント欄で教えてください。はい、ではではリアの日本語ポッドキャスト、今回はこの辺で。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。バイバイ。